こんにちは。ヒロさん、こんにちは。TT さん、よろしくお願いします。もうライブ始まる前に今日のテーマ簡単に書いておいたんですけど、それを TAT さんが海外の人に説明してくださっているようでした。ありがとうございました。クレイラーさんもありがとうございます。ゾウさんも。とあるさんと TAT さんがいれば今年じゃないや今日も大丈夫ですね。よろしくお願いします。はい。瞑想師さん、こんにちは。ガクさんもありがとうございます。フジマックスさんはいっぱい。フジマックスさんもセレブさんも今日はタイトルから何か強い意志を感じますね。そうですね。やんないとちょっとやばいことになってまして。丸中さんもお忙しいのに見に来てくださってありがとうございます。とわるさん、ありがとうございます。チャオアンドレア、チャオわーい。たくさん見てくださってやりがいがあります。今日はこれがわさわさになってしまったんで、この軸切りをしようかと思ってます。盆栽チャンネルさんも見てくださってる。嬉しいです。ありがとうございます。よしさんもよしぞうさんも親戚ですかね。友達かな。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。カタレヤさん、こんにちは。私とみどりさんも来てくださった。今日もよろしくお願いします。ベンズボンズさんもまた来てくださって田植え状態そうですね、今日有名どころが多いですね。 YouTube の著名な方がたくさん来てくださって、盆栽チャンネルさんまでね、ピカルッティさんも来てくださって、ピカルッティさんのこのピカルッティっていう響きが私は気に入っております。こんなに見てくださってると緊張するんですが、今日はこの黒松の未生苗をまた軸切りしていこうと思います。ゆきおさんは音消しでわかりました。こそこそ喋りますんで、今日もお師匠さんと見てくださっているということでありがとうございます。何かあったら言ってください。はい。これはそうだ、これね、一応ね、はい、これは私の田舎とか地元唐津の根津の松原っていう松の名所があるんですけど、初音さんもこんにちは、名所があるんですけど、そこで私の高校の友人が種取ってきてくれて、それを去年かな、何セットか、なんだヤフオクで販売してたくさん買ってくださったんですけど、うちにまだこれのあと3つ分ぐらいありまして、巻きすぎちゃったんでワントレーはちょっと軸切りでやっていこうかなと、そういう動画です。ライブです。はい、はい、やっていきます。これやっていかないともうどうしようもない。多分これ何本ぐらいあるんですかね。たくさんありますからね。よし。英語。はい、きみこ。Similar situation here. Really? More than 500 germinated chromats. I have no idea where I will. Oh, me too, me too. そう、芽吹きはすごく良かったですね。どんな松になるのか。それで軸切り刺し芽は、しないといけないのかというとそうではないんですよね。はい、だから根で作るとか、そういうやつはですね、別にわざわざ軸切りとかしなくていいんですけど、
やっぱこう軸切りすると根がたくさん分岐して出てくるんで、そういう粘りの良さっていうのはやっぱ見どころなんで、はい、そういう良さもあったりなんかして、それと背丈が短くなるっていうことですよね。ゆきおさん、唐津の黒松苗昨日30本ぐらい。そうですか、先輩ですね今日初めてやります。みんみんさんもこんにちは。そう、黒松すごいたくさんありますよ。はい。でこれは去年軸切りした去年じゃないか、ポットでちっちゃく軸切りしたやつは、こういうもしゃもしゃこの辺がもしゃもしゃしてる、こういうところにまた将来葉っぱが出てくる可能性があるんですよ、低い位置に。でそのまま未生するとこうピヨンってなっちゃって、ここのなんかこう鳥肌みたいになってるとこブツブツあったところはもともと葉っぱがあったところなんで、こういうのがあったところなんで芽は出てくる可能性あるんですけど、そのなんか本葉クラゲみたいなのが出てくるまでのこの軸のとこは芽が出ることってないので、ちょっと腰高っていうか、普通に黒松作る上で曲げたりするとそんな気にならないんですけど、ミニミニでなんか下に枝があるような下枝がなんかあるような模様着みたいな、そういうの作るんだったらやっぱこう軸切りした方がなんかこういろいろできるかなと思ってます。はい。フランシスコ is also one。 TNT さんありがとうございます。うちの軸切り目、3年目で植え替えしてみたらめっちゃ硬値です。そうですかそういうこともあるんですね。どういうことなんですかね。大体でも結構がっつり芽が3年、出ますけどね。鳥肌ね盆栽紳士さんもまた来てくださって、ありがとうございます。今日はこの黒松わしゃわしゃのやつの軸切りをやっていこうかなと思ってます。はい。アントニオさん、ブエノスティアス、おはよう、Good morning。Can't stay, but I will see you later. Okay, okay. Thank you, thank you. Good night. Thank you. セレブさん、鳥肌見てるじゃないですか。なんかぼちょぼちょしててわかりますよね。はい。なんかあるんですよ。なんかボコボコしてるのが。それは芽が出やすいところ、ここもう出てますけど、ちっちゃいの出てる、ここにちょっと出てるんですけど、出てくるんですよ。特になんか曲げたりするとピヨって出てきたりするんですけどね。TT さん、TT さんありがとうございます。もうありがとうございます。盆栽好きさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい。韓国、アニハセヨ。じゃあ早速やっていこうかなと思います。今日は黒松、あれ？なんでもないな。これ押してるからか。これをこうやって、こうか。はい。まずはお水を刺したやつをすぐ水にこう刺しとかないといけないんで、この汚い洗面器を使って、水は一応1リットル入れて、多分そのままでも全然問題ないんですけど、オキシベロンなんか、これは発根促進剤です。This is a root accelerator. ルートエクセレーターです。はい。MH さんこんにちは。はい、これの濃度は一応樹木類と花木類あるんで、どっちかな、どっちでもいいけど、だいたい4なんか10秒とかそういうのやったら2倍希釈らしいです。
まあ、6時間から24時間つけとけって書いてあるとはですね、40倍って書いてますね。うん。あ、ルートン派？あ、これもルートンします？これ水に溶かして使いますか？それもいいですね。オキシベロンちょっと高いから、こういう時にね使っていくんですけど、40倍なんで、1リットルだと溶かして使って、あ、そうなんですね。40倍やから、1リットルなんだ、25ミリリットルかな。ですよね。多分25ミリリットルかな。そのくらい入れようと思います。うん。私はいつもあなたの放送をありがとうございます。残念ながら翻訳を含めません。はい。放送して初めてわかります。うん。字幕つけてね。Thank you。頑張る。翻訳これ何語かな。あ、メネデール。あ、ガクさんメネデールですね。私もメネデールも使います。今日はこれはたまたまあったんでこれを使おうかなと思って。後で字幕をつけます。私はおばあちゃんの家に育児務をやっています。違うよ。違う。何？後で字幕をつけます。I'll add subtitles later. うんうん。おばあちゃんって。瞑想師さんはオキシベロン、違うか。オキシベロンって匂い臭いですか？市役所で破棄法を聞いたら紙に吸わせて二重に密閉して、本当ですか？臭くないです。でもなんかちょっとマジックのインキの匂いがちょっとしますね。うん。ちょっと匂いますね。うん。はっきり聞こえますかね、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでおばあちゃんなんで、そう、水入れましたんで、25ミリリットル水じゃない、オキシベロン入れようか。オキシベロン。これが10、これ20、これ10なんで25。ここはちょっとワイルドに24.5ミリリットル入れることにします。ワイルドに。ここワイルドポイント。24.9 9ぐらい入れようと思います。よし。ワイルドに 24.9 倍にしました。はい。よしよし。オキシベロンだと、そうなんですか？ワイルドですよ、今日は。ワイルドでやっていこうと思って。オキシベロンって太るんですか？太りやすいんですか？そんなこと書いてるかな？ちょっと書いてないみたいだけど、そうなんですね。でも鼻茎基部の身長とか書いてあります。鼻茎基部の身長だから、身長すれば太るからそういうことですかね。はい、お水は用意したんでどんどんやっていきます。それはいいこと聞きました。オキシベロン使うと太るらしいです。へえ、いいですね。で、軸切りはスパッと切るというふうに習いましたよね。こういうカミソリ
とかこういうやつなんか使ってしょってやる。これの方がこれが一番いいんですけど、切れ味の良いハサミとかこういうものでもやってみたら全然問題なく発根はしました。はい、はい、だからこの数ですから大変だという場合、数があればまあね失敗するのは多分2本か3本ぐらいだと思うんで、1本ちょっとしか未章ないよっていう時はやっぱねこういうやつで100点満点のやり方やった方がいいと思いますけど、今日はめんどくさいんでハサミでパスパスやっていこうと思います。習いましたよねちゃんと、みんな習ってますか？習いましたか？習いましたよね私も習いました。最初の頃習いました。本にも書いてあったし、だから最初ね習った通りになんかスポンジみたいな下のじゃがいもの芯みたいな切ったやつとかでこうやって斜めにこうやってやってたんですけど、だんだん面倒くさくなってくるんですよね。はい。錆びてるやつとかはダメですよ。綺麗なやつです。1年で小指の太さまで太らす人、やっぱちっちゃいポットにこれみたいにちっちゃいポットに入れとくとなかなか太らないですね。もう大きいのに入れてゴロゴロの土に入れたりするとやっぱ太りますよね。そうですか。いやいいこと聞きました。丸中さんありがとうございます。手術先生なかなか作業が進まないんですけど、未生のまま育てると文人仕立てそうですね。やっぱその根を切らないとやっぱこうどうしても最初に出た根に力が集中して片根になっちゃったりとか、するんで、そういうのはそういうのでちょっと文人とかにしたらいいかもしれないですね。直根は太い根は植え替えの時に切っていきますけど、だいたい結構使っちゃいますけどね、私は、はい、そういう気なんだと思って。 TAD さん私のサイトで習いそうですかありがとうございます。恥ずかしいですね。ある程度のテキスト、そうですね丸中さんの小指太い。私も太いですけどね。はいね丸中さんの口癖ですね。ねってね。私長峰さんの親指太いなっていつも思って見てますけどね。あの人の親指めっちゃ太い。ね、すごい力ありそうな。松ぼっくりに絡ませて、なるほど。こう出てる感じで、あれも可愛いですよね。未生のまま浅いざるに入れてどうなる？なるほど。ざるですよね。私もざるはね大量にもらったんですよ。メンソシさん実験中。そういうのもいいですよね。ということですいません。どんどんやっていきます。はい。はい。こういう一本抜いてみましょうか。今どうなってるか。今ちょっとこの辺もうちょっとこの状態で今どうなってるかね。こんな感じ。根がひょろって出てるだけですね。残念な感じですね。これを切っちゃいましょう。もう普通にハサミで切ってそのまんまこれにこの汚い洗面器に入れると、どこで切るかはその人のあれですけど、あんまりこの辺で切ると
固定できない、刺さらないから固定できないんで、そういうのも考えて多少少し斜めにで切断面をなんていうか広くする。で、はい、このくらいかな。このくらいあれば刺さりますんで、一思いに、はい。それで水つけとくと、はい。これだけの作業です今日は。これだけです。うん。はい。よし。もうバスバスやっていこう。なんか英語の「Hi Kimi, when were the seeds planted? When were the seeds planted?」いつどこにその種を植えましたか。いつどこにその種を植えたか。春にプラスチック、発泡スチロールのトレーにこの種を植えました。Where わーか。When we はwhen はwhen OK I planted this seed、last year、12月はDecember、スプリング、春でもいいです。私はもう冬にも巻いちゃいました。今日は土に刺さないのでしょうか。刺してもいいですね。刺してほしいですか。12月くらい。いや12月でも春でもいいんですよ。字幕が思わずよし。もうちょっとこう喋ってたらもう全然終わらないからどんどんやって刺してほしいですか。わかりました。とりあえず数やって全部は刺せないけどなんか最初から見てくれたのかな。おばあちゃんのとこ今見られるんですかね。生放送ですけどね。よし、これをね。 OK。 ベンズボンズさんわかったかな。 Are you understand? Yes。本当はハサミじゃなくて多分本当にこのナイフとかでやった方がいいですよ。切った時にこの切った断面見たら潰れてるの分かるんですよ。潰れてたら切り直した方がいいです。潰れてたらなんか先っちょがなんかちょっとなんか潰れてるんですよ。ちゃんと切れてたらなんていうかちょっとなんかぷくっていうか、細胞、なんかこういい感じになってるんでその感じで見るといいですね。一晩これは6時間から24時間つけられるらしいんですけど、しばらくしといたらちゃんと切れてるかどうかってよりちゃんとはっきり分かってくると思うんで、そこでやっぱちょっとダメだこれやって思ったらちょっとハサミじゃなくてナイフもう一回ナイフじゃないやカミソリかなんかもう一回入れ直してやった方がいいですよね、多分ね。よいしょ。スプラウト、そうですね。美味しいんですかね。美味しいかもしれないですね。これもスプラウトですよね。松のお茶ってね飲んだことありますか。私漫画で知ったんですけど美味しいらしいですね。よっ、届かな。これでなんかお茶作ったら美味しそうですね。こんなに黒松使わないですけどね。でも時々なんか
問い合わせ来るんですよ。私みたいなところにもなんか苗木を大量になんか教室用に使いたいからなんか苗木をなたくさん安く売ってくれないかとか、今日もメールでなんだかなブナか藤ブナを30本ぐらい欲しいってメールが来たんですけど、持ってなかったからお断りしたんですけどね。スプラウトね、瞑想師さん、これは床屋みたいに人づかみのザクッといくと出せどうなんですかね。松サイダーか、盆栽の通り、ザクザクいってもいいのかな。私も松のサイダーあれ飲んだことないけど、あれ美味しいかな。今年は買ってみようかな。これがよし。小鳥に食べられてしまいます。小鳥に食べられてしまう。これですか。へえ、好きなんですかね。美味しいんですかね。へえ、うちは全然小鳥の被害はないですよね。とりあえずよいしょ。松サイダー飲めるっていう人と美味しくないっていう、でもまあ美味しくはなさそうですよね。なんか苦そう。特に好んで飲むというかイベントの時には飲むかもしれんけど、いつも家に常備しとくかって言ったらそうじゃないかな。はいはい、これちょっとこれさすがにこれ多すぎるよね。これが形になるのは数年後ですからね。うちのは発芽直後にナメクジのナメクジか。今日終わらなそう。今日はできるところまでやって、はい、刺すところまで半分ぐらいやってちょっとね見てみないふりしてたんですよ。でもやんないとこれもどうしようもない。ナメクジはうちも結構ここちょっとした山っぽい感じなんでナメクジすごいいるんですよ。引っ越してきた時は本当にすっごい見たことない大きいナメクジがすごい夜とかいっぱい湧いてきて、もう気持ち悪すぎたから毎晩夜懐中電灯をつけてナメクジ取りに行ったんですよ。たら一晩で1,000匹取れて、1週間毎日1,000匹近く取れて、一昨年かな、はい、一昨年は、で去年は一晩、150匹ぐらい、150匹から200匹ぐらい、そんくらい取って、今年はあんまり、ちっちゃいのしか時々見なくなって全部取り尽くしたみたいです、ここの庭のナメクジ。カタレナさん、We actually have neither oxygen or any other body acid here, so I'm afraid to this. I learn わかんなかった。ごめんなさい。読めなかった。途中参戦、こんにちは。黒松です。スプラウトです。そう、ほら、すごい数でした。1,000匹ですからね。1,000匹のやつは木作液に全部もうババババって入れてって、それですごいことになったんですけどなんかこれなんかこうなんかちょっと発酵して
ちょっと何日か捨てるの忘れてたんですよ。そしたら瓶の中で発酵してなんかお酒の匂いがしましたね。ありがとうございます。私たちは実際にここにオキシベロンも他のボチル酸も持って、これそういうこと、そうかそうか、オキシベロンがないのか。私は根をきれいにして紐でできるだけ近くに巻きます。グッドアイデア、グッドアイデア。はい。畑の皆さん、グッドアイデア。ガクさん気になる。なんか私話の途中でしたっけ。質問3なしで発酵の成功はありますか。ありますあります。はい。発酵促進剤使っても出ないものは出ないし、使わなくても出るものは出るんで、やっぱこう切り口を清潔にきれいに切るとかそういうことをすれば大丈夫です。基本的に大丈夫です。時期とか、守れば、大丈夫です。TAT さんよろしくお願いします。すいません。MH さん、塩をかけよう。粗塩か。なめくじ忌避にリンゴ酢がお酢はいいらしいですね。あとなんだっけ、なんか誰か教えてくださったけど何だったかな。なんか銅板じゃなくてなんだっけ、アクリル板は別に関係ないか。なんかそういう資材、園芸資材を使ってナメクジが嫌がるやつ、銀かな。そういうのでも来ないみたいですね。カタリナさん、I cannot read Japanese language. OK。ごめん。I'm sorry。私もごめんなさい。瞑想師さん、1000匹、ナメクジは10倍希釈コーヒーを噴霧したらほぼ、そうですか。コーヒーね。コーヒーもやってみようかな。そうですね。ありがとうございます。ナメクジは木作液につけて発酵させるとそのまま肥料に使えるのかな。ちょっとあんまりにも気持ち悪すぎて直視できなかったけど、それを薄めて、そのナメクジの何とかさんヌメヌメ成分、はちょっと栄養になるかもしれないですね。ハローキミフロムアルメダ、イエーイ、アルメダの人だ。ハロー、Thank you、ウェルカム。希釈コーヒーでいなくなる、なんからしいですよ。そういうのありますよね。コーヒーとかあといろいろなんかね、ありますよね。忌避の材料でなんかハーブ植えたりとか、なんかいろいろありますよね。コーヒーの出し殻なんかを巻いたりするとこありますよね。畑なんかは。そっか、ありがとう。そっか。ありがとう。コーヒーなら試せそうですね。ちょっとでも盆栽に使えるかはちょっとわかんないですね。盆栽は鉢で育ててるのはちょっとね。はい。瞑想師さん、ナメクジカタツムリは 2% のカフェイン、神経毒かで48、そうなんですか。スズライトさん、こんにちは。そうなんですね。マーダさん、はい。キアラッシュ、はい。そっか。そっかってなんかこう特徴的らしいですね。それとかなんとかですけどっていう響き。日本人のよくなんとかですけどってつなげて言うじゃないですか。あれもなんか海外の人には特徴的な喋り方らしいです。なんとかですけどって音だけで。キアラス、こんにちは。こんにちは。
いしょ。よし、ちょっとあらかたこれ切ったんで、ちょっと土にさしてみますか。よいしょ。今は何これ。だいぶ喋ってた割にはあんまりやってないけど、ちょっとだからこれを出してみよう。これをよく見たら切れてるのはちょっとちゃんと切れてなかったな。切れてるのは先端の色が変わってないんですよ。潰れてるとちょっとやっぱねちょっと色が濃いというか、なんか潰れちゃってんですよね。こんにちは。今はって何？僕はど田舎に住んでるけど、あまりナメクジを見る機会がないですね。そうですか。庭木や畑でも見かけません。たまに出る名前どこに出てました？ちょっと自覚がないです。鳥が食べてくれてるんですかね。なんかこう頭が三角のプラナリアみたいなやつはナメクジ食べる。それめっちゃいるんですよ。それも食べてるかも。鳥は食べるのかな。なんか食べにくそうですけどね。食べてくれたらいいですね。書いてくれてる。軸切りをしています。ありがとうございます。Good afternoon, Kimiko. Sorry, I'm late. Okay, no problem. Okay, thank you. 待ってザクザク切って手に持ったまま一本ずつ本格的。そうですね。確かに。そうですね。そうしよう。じゃあちょっとそれやろうか。じゃあまとめてね、ザクザク切っちゃいましょう。防災チャンネルさんに教えてもらった。やったーって感じですね。まとめてザクザク切って手に持ったまま一本ずつ本格。そっかありがとうございます。それやりましょう。このくらい、じゃあちょっと最初なんでこのくらいにして、はい、とりあえず切ったんでよいしょ、1本ずつ切ると、よく見て切るとかわいいな。私ですか？可愛くないですよ。私じゃないですかね。違う。すいません。これをおりゃって言って、確かにこれでグズグズしてたらダメですね。これをどんどん、確かにこれやりやすい。盆栽チャンネルさんありがとうございます。めっちゃやりやすいです。なるほど。時短。これめっちゃ時短になりました。こうやってね。なるほど。よし。はい。めっちゃ早かったです。ありがとうございます。いかに楽しようか。そう、これさっきも言いましたよね。藤マックスさん、ダメだったやつ。面白かったですね。盆栽チャンネルさん、なんか面白いですよね。勉強になりますね。じゃあ次、あと1回やったら土に刺そうかな。
土用意してなかった。土用意してなかった。盆栽チャンネルさんはいつもお話聞いてらっしゃる方が編集してらっしゃるんですよね。そうなんですよね。どういう関係どういう関係なんですか？なんだこれ、なんだこの質問。5、6本まとめてバッサリやった方が楽じゃね。5、6本まとめてバッサリやった方が、そうか、そうですね。なるほど。すいません。確かにね。みんな頭いいな。そういうことですね。ただこうまとめてやるとちょっとハサミだと潰れやすいんで、ちょっとこれはこれやってみましょうか。まとめてこうやってで、これでもいいですね。時短になりますね。社長と編集そうですかね。社長とね、そうそうどういうご関係なのかなって気になってはおりましたがね。はいはいはい、ちょっとこれ土できたんで料理土これは、私はいつも普通にこのポットちっちゃいポットに一個一個刺してたんですけど、まさにさんこんにちは。こんにちは。では出ていいのか悪いのか確かにねはい、これは教室で使うのでこれやってもいいけど、それにしても多かったですね。途方に暮れてます正直。あとこれ3トレー分あるんで途方に暮れてます。そういつもこのポットに入れてるんですけど、それだとすごい数になる。まためんどくさいのかな。めんどくさいって言ったらよくないな。こういうトレまだ3トレそうワイルドでしょ。ワイルド巻きしたんですよ。トレーにバーってこうバッて上からそれでネットかぶせといたんですけど、軸切りするならネットかぶせる必要なかったなと思って盆栽チャンネルさん本当面白い。そうですね、勉強になるし面白いですね。モリディさん次は中華鍋が出てくるそうですね丸中さん丸中さんから私の方が習ってることが多いからダメです。丸中さんはダメです。私が習いたいです。種は巻きすぎましたね。巻きすぎました、正直巻きすぎましたが、最悪全部、最悪ちょっと23年数年、はそのままにするやつもあるんで、ちょっとずつ間引いてやっていこうかなと思うんですよね巻きすぎですけどね。盆栽チャンネルさん面白いし勉強そうですね。すごいですよ。すごいですよっていうか、そんな上から目線じゃない、そんなことじゃないけど。あやねさんこんにちは。ありがとうございます。ちゃんと見てくださったすいません。そんな見てくださって刺す時は簡単ですよ。古いやつで古土あるんで、向こうに古土洗ったやつあるんで、これに入れて刺すと。ワントレイは分人仕立てとかいろんなそうですね。あと肥料ですね。有機肥料だけにするとか液肥だけにするとか、そういうのでも成長を追っていきたかったんで、それやっていこうかなと思ってて、
うん。でもまあ今条件がね今ちょうど一緒だからなんか分けて、やっていこうかなと思ってるんですけど、どうしても日頃の管理でなんかわざわざあの肥料の種類変えてあげるってことを何年もできるかなと思うとね、かなり根気がいるですよね。白犬ナズナとかそういう成長が早くてその短い周期で結果が出るような実験に向いてる植物だったらまだいいんですけど、盆栽って何年もかかるからそれをどうやってやっていこうっていうのは悩みどころ。次か、盆栽チャンネルさんの盆栽ガールのお顔が見たいですね。盆栽ガールのお顔見たいですね。よしなんかよし、まあいいか。古い土がありますからこれによく切れてるやつ見つけて、古い何ですか、オールドソイル、そうです再利用しています。再利用している土です。これをちょっと押さえて、上から真ん中に置いて動かないように乗っけます。ワイルドに砂をかぶせます。はい。ワイルドでした。そしたら、水を底面でもいいんで吸水させると。水をね、古い土です。はいはい、ワイルドに倒れちゃった。ちょっとやり直しましょうか。こういうこともありますからこうやってちょっとねはい、よし。オールドソイルリサイクル、はい、そうです。はい、ワイルドにこれできました。これでいいです。はい。それでやっぱね、風にそよがせたり乾いたりすると一発でしおれて溶けちゃうんで倒れても気にしないです。溶けちゃうんでそれはやらないようにですね。はい。だからなんかこういうねありますからこれに入れてって、それで少しお皿に水が少し張るぐらいの感じで乾かない感じで1週間ぐらいそれ貼っといたら根付いてくるんで、徐々に、外に出していくという感じ。2、3日置いてこの状態が変わらなかったらいい感じということなんで、はい。植物ホルモンを使いませんか？例えばルートンか。いや使います。Yes. I use it. Today I use this オキシベロンです。これ使いました。ワイルドにやっても植物の力強いなってはい、数が少ない場合はもうこういう感じで1本ずつやっちゃいます。はい。今日は数が多いんで、また大きなトレイにボスボス刺していこうかなと思ってます。はい。少ないバージョンはこれを敷き詰めて少し水張って乾かないように風でそよそよしないようにすると。はい。うちはプランターに並べてる。
プランターにでも動かなかったらいいです。湿度が保てて風が直接当たんない、こうビヨンとかならない環境に置けてれば大丈夫です。はい、これでいい。it is in インドさん、インドールさん、そう。Yes, that's right。インドール酢酸ってやつ。インドール酪酸。それ。You're right。ちょっと待ってください。臭みが。すいません。TAT さんは卵パックに穴を開けて植えてると。いいですよね。その方法もね、いいですよね。蓋閉めると湿度も出たことれるから。ね。オールドソイルよりはユーズドソイルの方がそうですね。はい。ユーズドソイル。確かに。ね、日本語だと古土ですけどね。そのまま訳すと変な感じになっちゃいますよね。確かに。蓋が風よけになるのでいいです。そうですよね。でも10個しか入んないですね。卵パックばっかりになっちゃいますね。ね。軸切りって例えばそれだけの量をやると成功率どれくらいですか？まあこの前欅の軸切りやったんですけど全部出たんでかなり成功率は高いと思います。ちゃんとしたところに置いてればほぼ出ます。やっぱ草の状態なんで、草みたいな状態のうちはワイルドになってもちゃんと出ますんで、やっぱ少しね日に当てない、直接光にあんま強い光に当てない方が良かったりとかしますけど、コツさえつかめば、10本中運の悪かったやつ1本ぐらい借りるかなとか、そういうレベルですね。Maybe naphthalene instead of body acid なんだ。そうです。卵パックうちもよく使います。はい。いいですよね。暖かくなるし、私も去年は20分で全部出ました。そうなんですよね。軸切りはそんなにね難しくはないんですよ。ちょっと乾かしちゃったりとかするとやっぱどうしてもねダメなんですけどね。ペットボトルでソメイヨシノを刺したら根が出ましたをペットボトルの、底穴ペットボトルの容器にしたんですか？いろんなグッズで身の回りのグッズで工夫してやるといいですよね。ちょっと今風あるからこの風の状態にさらすのは良くないんですよ。本当は。はい。良くないです。ポット掴むと無限にそうですね。はい。そうなんですよ。意外と頑張ってくれるんですよね。出るんですよね。松の葉の部分を U 字に曲げた細いアルミ線で松の葉の部分を U 字に曲げたアルミ線で土に固定してこう上から固定するんですよね。完成風で動いてしまうというアクシデントも少なくなりました。そうですね。そういうやり方もありますよね。動かなくなるし。ホルモン剤のはいさっき言ってたやつか。500のペットボトルに水を高めに張ってソメイヨシノの葉っぱが下になるほど。いろいろ皆さん工夫されてるんですね。なるほど。
それもいいですね。とりあえずこれはここにある分は刺しちゃおうかな。よいしょ。ほらほら。軸食料品やコンビニ弁当パック見るとこれ使える。わかります。そうですよね。私もなんかこれ防災に使えるかもとかめっちゃそういう目でしか見られなくなっちゃって100均とか行く時もなんかこれなんか使えそうとか言ってそういう目でしか見られない自分がいる。ちょっとのんびりしすぎたな。ちょっと頑張ろう。よし。さあ数が少なかったらこれでやっていきましょうっていう今作業です。これやっとけばこれでまたポット上げする必要ないので何年かはやっとけば楽なんですけどね。よいしょ。ざるとそうですね、ざるとかね。ざるはもうちっちゃいざるをすごい求めてさまよってた時期がありましたね。ざる培養したいけど普通の100均とかに売ってるざるだと大きすぎるし適度な大きさのざるないかなと思ってめっちゃ探してたけど全然なくて、そしたらねとある人に教えてもらってたくさんいただいたんですよ。すごいね。やっぱそういうのはね普通に売ってないんですよ。なんかお店に業者っていうかなんていうか大量受注生産されてるやつで普通に買えないんですよ。買う時もなんか1,000個単位とか値段もそれなりにするし、やっぱねそういうところでねがいいんだよなと。土なくなっちゃった。通常なんかカレーライスさん、地元の教会支部などには所属しておられるのでしょうか。はい、ここは茨城なんですが、茨城の方に、愛好会がありまして、入ってます。5月は展示会あるんですよ。すごく偏僻なところで茨城の片田舎の、駅も全然近くないところなので告知はしないんですけど、5月の7,8かな、大宮祭りの後に展示会あるんです。まだ準備してないけど、どこまで読んだかな。ソメイヨシノの水出しで発酵するんですか。はい、教えてくれてるピカルッティさんが。通常の違うか。通常の挿し木の成功率とは別なんですかね。私の五葉松全く増えない。なんか新芽やったら新芽古枝はもう出ないですよね。だから新芽、挿し木やったら取り木やったら出るとですけど、新芽出た時に芽切り五葉松はしないけど、芽摘みとか芽切りとかした時にその時に刺したら割とつきますよ。盆栽プラス盆栽さん、こんにちは。待ってましたよ。とあるさん、ガクさん、そうですね。ありがとうございます。メネデール垂らしてルートンを切り口に塗ったら根が出ました。ルートンね。ざるの代わりに茶こしとか、そうですね。茶こしちょうどいいんですけど、あれがステンレスだから、なんかステンレスってあんまりなんかね、
感触的になんか良くなくて、なんかプラスチックがいいんですよ。小さいドルの代わりに100均の排水口、やっぱ排水口あれね、あれもいいですよね。サイズ的にはぴったりですよね。ただね、ステンレスのまあ別にいいのかな。瞑想師さんが翻訳して通訳してくれてる。重立さん、もみじって挿し木してついたことないのですが、ね、重立さんは出にくいって言いますよね。皆さんどうですか？重立さんは刺したことありますか？私は重立さん持ってないんですけど、重立さんの挿し木苗が大量に置いてあるところは見まして、めっちゃあると思ったら全部挿し木って言ってたんで、出るは出ると思うんですよね。多分コツがあるんでしょうね。1時間経っちゃった何もしてないけど。何もしてない。1時間やってこれしかしてない嘘だろ？嘘だよな。ひどいなひどすぎるちょっと呆然としております。わかります。ステンレス、そうですね、あんまり良くないんですよね。ステンレスだと金婚金、なるほどね1時間僕はないですか？重立さんは。プラスチック排水口を使う。プラスチックの排水口ってあるんですか？知らなかった。一斉さんいたんですか知らなかった。もみじ挿し木のコツ知りたい。挿し木のコツで私も知りたいです。出やすいもみじとかは全然出ますけどね、出にくい品種ありますもんね。すいません、一斉さんごめんなさい。あとコメントもね、私見逃したくないんですよ。だからね、それ見てたらもう作業ができないんですよ。今日は明るいですか？私？はい。明るいと思います。明るくしています。いつもはもうちょっと暗いですけど。プラス盆栽さんありますか？教えてほしいですね。ダンバーダラさん、こんにちは。もうね、実はもう1時間経ったんですけど、まだね、これ全部挿し木軸切り刺し目、黒松の軸切り刺し目をこんだけやろうと思ったんですけど、1時間経過した時点で1個しかできてなかったです。これすいません。これ土入れるようだった。ファンサービスたっぷり今日は風もなく天気も良くて、そうですね。で風はね若干ありますね。でもちょっとね天気もねここ空気が冷たくてちょっと寒いですけど大丈夫。明るくていいですよ。今日は風もなく挿し木のことでなくプラスチック排水口があります。そっか、そうですか。はい。そういうことか。ちょっとねちゃんとついていけてなかったけど、よし、ちょっとやばい。ちょっとやばい。ちょっと待って。土が足りないし、もうバカ。よし。よし。水につけて。よし、2個できました。2個できたんで2個でいいか。今日はそうですね。なんか書いてある。土をすくうスプーン舐めちゃうすいません、癖でスプーンを口に持っていくと声が割れますけど、みんな割れてた？ごめんなさい。可愛くはないですけど、
すいません、舐めるとこだった。私とみどりさん、昨日は、大根輪切りをまな板にしてと、そうそう書いてあるんですよね。うん、ワイルドにやってください。だいたい出ますんで、大丈夫です。はい。2個できました。はい、1時間やって2個じっくりで締めできましたんで、今日はこれが成果です。はい。すいませんでした。はい。はい。ナンバーダラスさん、大宮盆栽祭りにそうですね。はい。もう今日は作業もこれで終わりますけど、次は、大宮祭りですね。はい。3、4、5とありますね。出店される方はすごい値段付けとか、忙しいと思うんですけど、私は今回は出店なんか出さず、ただ楽しむために行く感じ。面白かったですか、MH さん。2個できて一応形になりましたかね。はい、はい、私5月5日誕生日なんで、もし私3日の日に行きますけど、ありがとうございます。3日の日に行きますけど、私をもし見かけてくださったら、誕生日おめでとうございますって言ってください。笑顔ありがとうございます。あやねさん、の作品を私見てたら、それを目指して、なるほどね。軸切りはしないといけないっていうことじゃないんで、ただ根はですね、八方根粘りには、なりますよね。ならないって言ってた人もいますけど、やっぱすごいですよ。やっぱ普通にやるよりは。だからそういう、根っこの面白い感じを、で作るんだったらそのままでやってね、いいと思いますけど、やり方の一つとして軸切り刺し目やっても良いかなと、思いますからね。いろいろ好きにやったらいいと思います。そう誕生日なんですよ。ありがとうございます。楽しいですか。挿し木の雰囲気やコツが分かったんで、ありがとうございます。誕生日、ありがとうございます。初音さん、ありがとうございます。年齢は非公開にしておきます。今年から。去年は言ってたけど。盆栽世界の君さんのコーナー、大変ありがとうございます。なんとかやってます。もうね、いつも締め切りのことで頭いっぱいであれなんですけど、頑張ります。今年の盆栽世界2年目なんですけど、今年は、12回分の、お話いただいてるんで、それ頑張って、その後は何も予定はないんで、もうちょっと盆栽日和の方を頑張って書いたり、自分のやりたいことをですね、やりたかったことに時間少し割いていこうかなって思ってて、本当ありがたいお仕事で、ありがたいというか、私なんかがっていうのはずっとあるんですけど、少し背伸びしないと自分も成長しないと思っているので、ちょっとね、皆さん時々わからないことなんか人に聞いたりとかして嘘を書かないようにしたりとか、いろいろ、なんとなくじゃないなんとか頑張ってます。初日は誕生日じゃなくて5月5日が誕生日です。子供の日です。だから誕生日をおめでとう、もうすぐだねみたいな感じで、見かけたら声かけてください。緊張しますが、やりたかったこともそうなんです。新藤さんの短所そうですね。たくさん書いたんで、
だいぶ書きましたよねだいぶ書いたんでなんか一冊になりそうですけどねそれに手直しして、本書いて出してみようかなと思ってますよ。出すっていうか自分で印刷してホチキスで留めて雑誌風にして売ってみようかなってそういうふうに思ってます。はい。背伸びをしないと成長します。あ、そうですね。はい。盆栽も一緒ですね。はい。はい。ということですいません。全然。キューティーさん欲しいですか？ありがとうございます。うん。はい。作ってみようかなと思って家のコピー機で作ってみようかな。グッバイ君。グッバイ。Thank you。バイバイ。はい。ベンズボンズさんももうね寝るそうなんで、欲しいっていう方がいらっしゃるから頑張って作ってみます。来年ぐらいから、はい、まとめて資料まとめて買ういやいや売ろうとは思ってないんですよ。はい、プレゼントしようかなと思って、なんかヤフオクとかで買ってくれた人にプレゼントしようかなと思っていらんわって言われるかと思ったらそうですか。そうなんですね。わからな自分ではわかんないけどそうですか。嬉しいです。そうですか。軍さんの軍さんがこっちの、地域の、会に昔会員さんだったらしいんですよ。ちょっと情報がちょっと違う、少しちょっと詳しくは違うかもしれないんですけどはい、その時に軍さんも手作りで毎月、なんか小冊子みたいなのを書いて、会員さんにプレゼントしてたんですって。私それいただいたんですよ、会の人に。昔のやつだけどって1年分毎月印刷して自宅で印刷してホチキス留めてそれで配ってたんですって。すごい丁寧に書いてあって、写真とかもなんか手作りっぽい感じですごくいいなと思って、私もそういうのをやってみたいなと思ったんですよね。ヤフオクね、他に方法を知らないのでヤフオク最近やっと覚えたんですよ、ヤフオクの機能をはい、ヤフオクの即決価格機能を覚えたんで、なんかこう300円とか400円とかの苗買ってもらったらつけようかなと思って。はい。電子なら Kindle でKindle ね、それも調べてみますかね。確かに Kindle ね。はい、まあちょっとそういうのをやりたいなと思ってたんでちょっと考えてるんですけど、Kindle も含め、はい、そのうちはい、時間できたらやってみようかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。すいません、時間が超過しちゃって、今何時ですかね。申し訳ないです。何時？もうすいません、すごい過ぎちゃったんで、今日は、軸切りに2つで終わります。はい。はい。なんかいろいろ教えてもらった。Amazon はオンデマンドペーパーブックという方法があった。オンデマンドペーパーブック。オンデマンドペーパーブックですね。はい。オンデマンドペーパーブックちょっと調べておきます。はい。ということで、はい。今週もありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。まさにさん、TT さんありがとうございます。あやねさんも。すいません。ちょっと作業は全然進まなくて、ちょっと次回さらに工夫したいと思います。はい。ありがとうございました。もし盆栽生活じゃないや盆栽祭りで、いらっしゃる方おられたら、適度な距離を保ちつつ会いましょう。はい、ありがとうございました。さよなら。伊勢さんいたんだまだすいません、伊勢さんちょっと伊勢さんには厳しくはない。伊勢さん面白いからしんさんもありがとうございました。すいません、こんな動画で申し訳なかったです。
ありがとうございました。スズライトさん、あれいました？いましたか？ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。さよなら。さよなら。伊勢さんもさよなら。